こんにちは。今日はワンハンドルのバッグを作っていきます。ちょっと変わった模様編みと可愛いストラップにしていきます。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使用する糸はダイソーさんのマクラメヤンの細いもの。色はブライトベージュ。30g で38メートル。使用かぎ針の目安は5号。これで本体を作って、ストラップの縁だけ、このライトブラウンで編んでいこうかと思っています。これはお好きな色にして編んでください。一色で編んでいっても可愛いと思います。針は7号を使います。あとはマーカーととじ針。で、この糸は先端が少しほどけるので、ほどけやすいところにライターで少し溶かすとほどけにくくなります。まず楕円形の底を作ります。鎖を編んで、その周りを細編みで何周か編んでいきます。この最初の鎖の数について、私は鎖を40個編んでスタートします。この糸で鎖40で編んだ場合、底の出来上がりは28センチの5センチぐらい。私はこれぐらいのバッグにしていきます。お好みの大きさにしてください。鎖編みをします。この鎖はゆったりと編んでいきます。このまま作りたい長さまで鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。私はここでは小さなサイズで作っていきます。まず1周目を編んでいきます。楕円形の底にしたいので、この鎖の両端に細編み3つ。これが端の鎖で、ここに細編み3つ。こっちの端にも3つ。これで1周すると楕円形になります。3つのうちのここからスタートします。2つ編んでぐるっと回って最後に1つ。これが1周目。で、まず細編み。鎖1つ。根元に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをします。針から1、2、これが1つ目。1つ目にマーカーをつけておきます。同じところにもう1つ。これで1つに2つ。この部分になっています。次からはまっすぐ1つに1つの細編み、隣に細編み1つ、次も細編み1つ、次もこの1つに1つの細編みでまっすぐ編んでいきます。で、端では細編み3つなので、ここまで編んでいきます。反対側まで来ました。これが最後の鎖。ここには細編み3つ。まず1つ目。同じところにもう1つ。この時にこの糸端を向こうに寄せておきます。長い針の下を通って2つ目。次は3つ目。3つ目を編むときにはこの糸端を手前に持ってきます。で、3つ目。これで端に細編み3つ。
次からは一つに一つずつまっすぐ編んでいきます。ここが3つ編んだところ、次に細編み1つ、この糸端は編みくるんでいきます。このままここまで編んでいきます。スタートしたところまで戻ってきました。この最初の細編み2つ、ここが入っているところが最初の鎖、ここに細編みを1つ、この部分を編みます。この端の鎖に細編みをもう1つ、ここにこれでこの端の鎖に細編み3つ、こっちも3つで楕円形になりました。で、最初の細編み引き抜きます。これでつながりました。今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。ここまでは細編みで、ここは細編みではないので、最初ちょっとマーカーをつけておくと分かりやすくなります。慣れたらなくても大丈夫です。次は2周目。2周目はこの細編みのそれぞれに細編み2つ、最後も2つ。まず1つ目、鎖1つ、根元の細編みに細編み2つ。まず1つ目、1つ目にマーカー、同じところにもう1つ、これで1つに2つ、次も2つ。で、この部分になりました。次から1つに1つでまっすぐ編んでいきます。このまま端まで編んでいきます。で、ここまで来たらこの端の細編み3つ、ここに2つずつ、この端の鎖に3つあるので2つずつ編んで、ここまで戻ってきます。ここぐらいまで。2周目のスタートしたところまで来ました。最後はマーカーの手前に細編み2つ、こっちで見るとこの細編みに2つ。まず1つ目、同じところに2つ目で、マーカーのところはスキップ、1つ目の細編みに引き抜きます。引き抜きます。この引き抜いた糸にもう一度マーカーをつけておきます。これで2周目が終わりました。次は3周目。3周目はこの2つあるうちのどちらかを2つにします。こっちを1つにしてもこっちを2つにしてもどちらでも大丈夫です。順番はどちらでも大丈夫です。この2つを3つにします。こっちも同じ1と2で3つにしました。こっちも同じ。この順番は逆でも大丈夫です。1周編んで最後のこの2つ、これも1つと2つで
3つにします。これが3周目。ここからスタートします。鎖1つ、根元に細編み、1つ目にマーカーで、私は次を2つにします。同じところ、これでこの範囲で細編みが1つ増えました。次もここを1つにして、次を2つ、1、2、またこの範囲で細編み1つ増えました。ここからは1つに1つずつまっすぐになるように編んでいきます。反対側の端まで来ました。ここではさっき1つに2つ編んだところ、この2つに3つ、まず1つ、次を2つ、これで3つ、1つ増えました。次もこの2つを3つにします。次も同じ。そうするとこの範囲で細編み3つ増えました。で、またまっすぐ編んで、ここまで編んでいきます。3周目の終わりまで来ました。今、下に細編み2つ残っています。この2つに細編み3つ。この部分になります。このどちらかを2つにして、細編みの数を増やします。こっちを2つ。で、ここはスキップ。1つ目の細編みに引き抜きます。これが3周目。今引き抜いた糸にマーカーをつけます。次は4周目を編んでいきます。で、今まで編んできて、こっちでは細編み3つずつ増えました。こっちではこの部分に2つ増えました。1周編んでこの部分で1つ増えました。この部分でプラス2ですし、この部分でプラス3、ここでプラス1。何周編んでも常にこの部分で細編み2つ増えます。こっちも何周編んでも3つ細編みが増えます。この部分では1つ。この部分、これを繰り返していきます。この3つにした部分は4つにします。1つプラスして1、2、3、4、ここも4つにします。1、2、3、4、1、2、3、4、4つ。そうすると2つ細編みが増えます。こっちも同じように3つを4つにして3つだけ細編みを増やします。同じように編んでいって6周まで編んでいきます。これから何周編んでいっても全く同じように数を増やしていくことができます。そうすると楕円形が出来上がります。このまま6周編んでいきます。6周編んできました。長さは28センチ。縦は5センチ。次は側面を編んでいきます。鎖を3つ、1、2、3。同じところに長編み2つ。まず1つ目。同じところにもう1つ。これで
鎖3つと長編み2つ。次は足元2つ飛ばして3つ目。ここに長編み1つ。1、2、3。鎖1つ。足元1つ飛ばして2つ目。長編み。1、2。これで四角ができました。足元2つ飛ばして3つ目。長編み。1、2、3。長編み。同じところに長編みをあと3つ。全部で4つにします。これで長編み4つ、扇形ができました。この四角と扇形を繰り返していきます。足元は2つ飛ばして3つ目、四角を作ります。鎖1、2、四角、次は扇形、足元1、2、3、長編みを4つにします。これで4つ扇形ができました。次また四角。1、2、3。鎖1つ。1、2。次は扇形。これを繰り返していきます。で、扇形を作って一周します。全部同じように編んでいきます。一周編んできました。最後は四角になっています。最初の鎖の入っているところ、ここに長編みを1つ。最初の鎖、ここの1、2、3引き抜きます。上が2本、下は1本の位置。これで引き抜きます。これでここも4本になりました。次は2周目。鎖4つ。1、2、3、4。下の隣の長編み。ここに長編み。これで鎖4つと長編み1つ。次は扇形。下の四角に針を入れて扇形を編みます。長編み4つ。1、2、3、4。これで4つ。次は扇形に四角。こことここに四角を作ります。まずこの端から1、2。鎖1つ。次は端から1、2、3。ここに長編み1つ。こんな形の四角ができました。次は扇形。ここに針を入れて長編み4つ。
2、3、4、これを繰り返していきます。扇形と四角と扇形と四角。次はこことここに長編み。鎖1つ。で、ここ。また扇形。1、2、3、4で、こことここ。これで1周します。2周目の終わりまで来ました。今、扇形。最後は最初の鎖1、2、3、ここに引き抜きます。これで2周目が終わりました。次は3周目。3周目はこの扇形。扇形を編むときには針を四角の中で糸を出して、これをかぶせるようにして引き抜きます。これで四角から糸が出ました。ここと同じように鎖3つ。1、2、3。四角の中に針を入れて長編み2つ。1、2。これで鎖3つと長編み2つ。次から下と同じです。扇形に四角。鎖で、これで四角。次は四角に扇形。今までと全く同じです。これを繰り返して1周します。1周したら、この四角に長編み1つ。最初の鎖に引き抜いて、で、四角。これを繰り返していきます。で、しばらく編んでいきます。14段編んできました。この段数はお好みですが、段数は偶数にします。長さは118.5 センチ。横幅は28.5 センチぐらい。次は、このハンドルを作っていきます。この長さで大丈夫だったら糸を切ります。で、鎖1つ編んで糸を切ります。整えて端から1234567 1234567、この間にマーカーをつけます。ここは四角と扇形の間、ここにつけておきます。反対側も同じ。1234567 こっちも四角と扇形。横にして、このマーカーとマーカーの間をこんな感じで台形に編んでいきます。まずこの四角の上からスタートします。この四角の上からスタートします。この段数が偶数であれば、この位置に四角が来ます。なかったらもう一段編むか減らすかして、同じ四角からスタートする方がやりやすいと思います。で、この長編みの上、新しい糸、
長編みの上、鎖2つ、1、2、四角に長編みの途中、2本から引き抜いて、これを一度に引き抜いて、細長い三角ができました。でマーカーをつけます。このかぎ針のすぐ下、次からは今までと同じ扇形の上に四角、次は扇形、今までと同じです。次は四角、扇形と繰り返して、反対側のマーカーの近くまで編んでいきます。ここからスタートして、反対側のマーカーの近くまで来ました。今、扇形を編んだところ、次はこことここ、ここに未完成の長編み、長編みの途中、ここも未完成の長編み、絡めて長編みの途中、2本から引き抜いて、これで未完成の長編み、次も2本から引き抜いて、これを一度に引き抜いて、細長い三角ができました。次は2段目、鎖2つ、裏返して内側から編んでいきます。で次はこの4本の端から2つ目、ここに未完成の長編み、2本から引き抜いて、もう一度引き抜いて、これで細長い三角ができました。これで斜めのラインを作っていきます。マーカーをつけておきます。次からは鎖1つで、隣、これは端から1、2、3、四角ができました。次は四角に扇形、ここからは下と同じように編んでいきます。四角に扇形、このまま続けて反対側のマーカーの手前まで編んでいきます。2段目の終わりまで来ました。今四角を作ったところ、下の最後の四角、ここに未完成の長編み、長編みの途中、2本から引き抜いて長編みの途中、次はこのマーカーのところ、もう一度未完成の長編み、これを一度に引き抜きます。これで三角ができました。次は3段目、鎖2つ、1、2、裏返します。下の四角、ここに未完成の長編み、長編みの途中、一度に引き抜いて三角ができました。またマーカーをつけておきます。次からまた下と同じように編んでいきます。扇の上に四角、で次は扇形、これで反対側まで編んでいきます。3段目の終わりまで来ました。今四角を作ったところ、次は下の四角に未完成の長編み、次はこのマーカーのところ、ここにも未完成の長編み、一度に引き抜いて
これで三角ができました。次も鎖2つ裏返して内側から編んでいきます。で、四角に未完成の長編み、一度に引き抜いて三角で、次からまた同じ四角で、このまままた端まで編んでいきます。4段目の端まで来ました。今四角を編んだところ、最後の四角に未完成の長編み、最後はマーカーのついたところ、ここに未完成の長編み、一度に引き抜きます。これで三角ができました。鎖2つで、四角に未完成の長編み、一度に引き抜きます。マーカー、また下と同じように編んでいきます。扇形に四角、このまま下と同じように編んでいきます。ここでまたこことマーカーのところで三角を作ります。これを繰り返していきます。7段編んできました。今三角と四角と三角、次からまっすぐ編んでいきます。鎖3つ裏返します。で、長編みに長編み、鎖で、また長編み、次もこの長編み4つでずっと編んでいきます。鎖1、2、3裏返します。長編みの上に長編み、鎖1つと、最後は鎖の1、2、3、これでまっすぐ、次も同じ1、2、3裏返して長編みの上に長編み、これを繰り返していきます。反対側も同じように編んで、途中で合わせるようにします。このまっすぐの部分をしばらく編んでいきます。ストラップを編んできました。この部分は11段、こっちは31段、これをつなげて測ると、ここからここまで57センチ。これは実際に肩にかけてみて好みの長さにします。身長に合わせるといいと思います。これでよかったら片方は短いまま、もう片方は少し長めに糸を残して切ります。ねじれないようにします。こっちも合わせてこれを裏返します。長い糸を使って縫い合わせます。手前は鎖の1、2、3、2本の糸の下、向こうはこの端で、もう一度同じところ、で次から一つずつ、まずこの長編みの上、向こうも次は鎖2本の糸の下、
次はこの長編み、で最後ここは鎖の123で、もう一度でこの糸端としっかりと結んでおきます。あとはこの糸端をほどけないように隠しておきます。最後に内側を編んでいきます。私はこんな感じで色を変えましたが、同じ色で編んでも大丈夫です。お好きな色で編んでください。でスタートしたところから始めます。覆い綿と四角の間からスタートします。で同じところ糸を出して鎖1つ、この鎖にマーカーをつけておきます。次はこの三角のところ、ここに細編み1つ、この長編みの間細編み、次は鎖3つ、1、2、この鎖は少しきつめ、1、2、3、次の三角、この長編みの間細編み、これで細編みと細編みと間には鎖3つ、また鎖3つ、1、2、3、少しきつめにしました。1、2、3で、またこの三角、次もこのまま三角に鎖3つで細編みをしていきます。ストラップの付け根まで来ました。ここでも同じ1、2、3で、このまっすぐの部分のこの長編みの1、2、3で、これからもずっと同じです。鎖3つで、長編みの隣、これでずっと編んでいきます。こっちまで来ても同じ細編み1つ細編み1つ、ここでスタートしたところまで編んでいきます。ここぐらいまで編んでいきます。一周してきました。これが最後の三角細編みをしています。次に鎖1つ、少し長めに糸を切ります。針で始末します。この最初に糸を出したところ、ここに針を入れます。これが最後の鎖、上から針を入れます。それと下もここも通りたいと思います。で整えて、こことつながっているようにしたいと思います。大体で、あとは裏でほどけないようにします。ここに糸端があるので、ここと結んで、あとは糸端を隠します。これで出来上がりました。とても可愛いバッグになりました。
模様も涼しげな綺麗な模様になりました。サイズは上から下まで26センチ、横幅29、真ん中は19センチ、ストラップはここから測ってだいたい57センチ、重さは全体で 170g、この濃い方が 30g ぐらい、薄い方が 140g、こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。